はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は5月1日から5月20日頃までの星の解説とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。いきますね。5月のエネルギー解説として12星座共通になるんですけども、別動画で解説している動画もありますので、よかったらそちらもご覧になってください。ではいきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ10、ジャスティス、ソード8の逆、そしてペンタクスの3の逆、カップクイーン、ワンド8逆、カップ5の逆ですね。はい、気をつけることで対策が、カップのページ逆と、ワンドのクイーン逆と、オラクルは、はい、ワンドの10です。なるほど。4月のね、末からもう星の流れって変わってるんですけれども、4月の末に何かを解放するみたいなの出てたような気がするんですが、何かいい解放があったんでしょうか。まずちょっと星の話ですが、やはりなんとなくね感じるのは、やっぱり魚座の皆さんちょうどこの4月の末から5月っていうのは自分の内側で何かが始まるみたいな感じの時なので、密かに願っていたこととか、いや無理だろうなと思ったけど置いてたこととか、表に出さなかったものがちょっとこう活性づいて、言ってみようかなとかやってみようかなとか、もしかしていいかもなって思えるっていう、こう内側の何か動きがすごくある感じがするんですね。でその内側の動きが現実的に素直な人ほど早いっていうか、じゃあ動いてみようっていうことで動いてみたり、なんか心模様がすごく早く動く感じがします。例えばある時は落ち込んでたのに、あれって次の日になったらなんで昨日あんなことで落ち込んでたのかなって思うぐらい晴れたりとか、そうかと思ったらまた何かちょっとしたことでちょっとチーンってなったりとかっていうことで、心模様が動きやすいなっていうのがちょっと印象ですね。でただ5月の2日の満月っていうのは、その12星座共通のところでも言ったんですけど、5月2日の満月だとちょっと内側のですね、深い自分の信念とか本心とかっていうところに触れるので、それがちょうどね、魚田さんはこの人とのやり取りっていうのが今とてもなんか流動的なわけです。いろんな情報が入ってきたり、いろんな話を聞いたり、活性している中で自分の本心っていうものが一番際立つ。でそしてそれが少しずつ動き出して、5月11日ぐらいっていうのがちょうどね、魚座でこの時月は魚座に入っているので、自分自身のすごく繊細な気持ちっていうものに気がつくっていう感じがするんです。なのでなんとなくの流れですけど、その5月前半はいろんなこうもう本当に流れてる情報の中で、こう人とのやり取りもいいし、自分の中の本心に気がつく、深い感情にタッチする。でもそれが結局きっかけとなって何かが動き出す、自分の中で。そしてそれが、5月の5日ぐらいっていうのは結構じゃあやってみようとかしようとかって外に広がるんですけど、11日ぐらいっていうのがちょっと待ってって、本当に望んでいたのは何だったっけっていうことをすごく感じそうな感じがするんですよね。でそれによって自分が戻る、もう一回戻る、なんか流されてたっていうことに気がついたり、やっぱこれでよかったんだみたいな気持ちになる。そして17日から新月でもう一回誰かに何か連絡をしてみようとか、何か何でしょうね、意を決して連絡をするみたいな感じがちょっとするんですよね。でこれいいことですよ。思い切って、多分言っても通じないだろうなと思って言わなかったことを思い切って言ってみるとか、流してみるとか、情報を流してみるとか、そういうのもとてもいい動きになるので、ね、17日あたりが、新月あたりが。でそこからまた19日から穏やかに気持ちも安定するし、やるべきことをやっていくっていうのが星の流れなんです。でカードで見た時に、今現在のところではカップの10っていうのが出ているので、何かね喜ばしいことがあるとか、やっとなんか開けてきたみたいな感じがすごくしてるかもしれませんね。そして物事をうまくバランス取ってこなしてますよっていうのも出てるので、ちょっと落ち着いていらっしゃるのかなって感じもします。よかったですよね。そしてなぜ落ち着いてるかっていうと、やはりこれまで自分で自分を縛っていたその想念とか概念とかとらわれていた思考からようやくなんか解放されている感じもあり、そして今はその新しいものを学んでいく喜びとか、
誰かと協力しながらやっていくっていう、それが楽しいんだっていう感じもします。これは特に5月の19日までっていうのは、さっき言ったみたいにコミュニケーションとか流動的に動いたりとか、自分もどこかに行くとか、そういう自分のアイデアが湧くとか、そういうのが読んだり書いたり話をしたりっていうのも全部いい時なので、そういうのを他の人とやってるのかなって感じもします。全てが全て全員と通じるっていうわけじゃなかったとしても、もし自分の発信を何かを発信したとして、それが100人中10人がわからないみたいなことを言ったとしても、でもそのうちのまた別の10人はすごく良かったっていうかもしれないし、残りの80人とかもしくは60人ぐらいはまあまあ良かったかなみたいな感じなのかもしれないし、反応はそれぞれですけれども、でも魚田さん自身が納得するって感じがするんです。とてもなぜならば、ここからの動きでやっぱりカップのクイーンっていうのが出ていて、カップのクイーンっていうのは本当に優しくて、自分が自分の心を温かく見ているっていう感じがあるので、これまで自分の中に秘めていたものとか、実は思ってたけど言えなかったこととか、それをちゃんと自分で見ているし、それを誰かになんか差し出してるんじゃないかなって感じがするんですよね。でそれって相手が受け取ってくれるかなとかどう思うかなっていうよりも、差し出せたという事実が自分をすごく満足にさせるっていうか、ああやっと言えたとか、そういう詰まってたものが流れたみたいな感じがあるかもしれませんし、そこから結構事態が動く感じがするんですよね。ここでワンドの8の逆が出てるので、その想定外に事態が動くっていう感じがあります。なのでもしかして自分が言ったことや何か発信したことが、直接その人から何か返事があったりなかったり、思うような返事じゃなかったとしても、その自分は何かをしたというこの行動が巡り巡って違うものとしてなんか自分にチャンスみたいなのをなんか渡してくれてるような気もするんですね。そして少し望んでいた形とはちょっと違うかもしれないけど満足っていう感じに落ち着く感じがします。最終的なカードがカップの5の逆ということで、カップの5っていうのは5つの可能性のうちね、2つが倒れていて3つが残っているっていう、私から見ると逆位置なのでそういう意味なわけです。なので5分の3の可能性は満たされているということなんですね。ただこのカードのキーワードっていうのは、自分が思っていたものじゃないけど、その思っていたものじゃなかったっていうところはちょっと残念なんだけど、でもよくよく考えてみるとそれってすごくいい話だよねとか、自分のためになるよねっていうのが後から分かるよってことなので、何かこの5月の前半、例えば11日ぐらいに気づきがあって、17日とかに何か行動を起こしたり願ったりとかしたことが実際に形になってくる、何か波紋が広がる感じがするんですね。その結果さっき言ったやっぱり自分の内側のねモチベーションが変わるので、結果オーライみたいな、結果オーライって言うとなんか変ですよね。なんて言ったらいいのかな。満足なわけで、例えばですけど大学の受験とかでも、今そんな時期じゃないですけどね、自分が、一番第一候補の学部じゃないけどとにかくその大学に入れてよかったみたいな感じなんですよ。なのでもしかしたらこれはなんか家族関係のことなのか、家族のように親しい人なのか、住む場所なのかわからないんですけど、とにかく言えてよかったとか関われてよかったとか、なんかそういう反応があるのかなって感じがしました。で気をつけることや対策として言われているのが、ここでやっぱり人が出てきてるんですよね。コートカードというカップのページとワンドのクイーンというカードなんですけど、何かやっぱり人との関係があるなって感じがします。で今のところ、今も人と関わってますしね。でも今関わってる人、顕在的に現れてる人っていうのはどっちかというと仕事でのつながりだったりとか、同じ趣味とか、なんか調べ物をしてる時に関わってる人たちっていう感じがするんですけど、本当に言われてるのは、なんか本当に関わりたい人は誰ですかっていうような感じがします。で例えば入り口のカップの10ということで、これは家族っていうメッセージもあったりするんですね。で最終的なところも、家族のご縁が強いカードなんですよね。なので家族間とか家のことに関しての動きがあるのかもしれませんし、それが一見なんか自分が望んでるのと違うと思うかもしれないけど、実はそれがすごくいい形に収まるよっていうことかもしれないので、変に
その誰かを動かそうとしなくていいよって感じかもしれません。やっぱりここでワンドのクイーンっていうのはね、すごく主導権を握っている女性なわけです。そしてさらにカップのページっていうのはとても可愛らしい子供だったりとか、無邪気な感性だったりとか、新しい可能性っていうのを示すカードなんですけど、それらが逆位置になっているので、それぞれのエネルギーを、例えば家族だったり家族のように親しい人たちのエネルギーっていうものを尊重してるんだろうなって感じがしました。だから尊重するがゆえに自分がなんかすごく無理をして何かをしようとするっていうのだけは気をつけてくださいねって言われてます。やっぱりここでワンドの10というカードが出ていて、これは抱え込みすぎているっていうカードなんですね。なので例えばの話ですけど、家族と同意することになったとか、例えば一時期一緒に住むことになったとか、なんかそういうのがあったとしたら、迷惑かけないように自分がいろんなこと全部やろうと思っていろいろ背負い込んでしんどくなるとか、彼らを幸せにしてあげるために自分が役割を担うみたいな、そういった意識があるのかなって思うんですよね。でそれもすごく素晴らしいことだし、実際にはそこから得られる恩恵もたくさんある感じがあるんですけど、ただ今この星の流れと合わせて言われていることっていうのが、何か自分の中から湧いてきてますよねっていうその感覚が、でそこをまずキャッチしてくださいと。でそれをうまく生かすためには自分を犠牲にしてやるわけではないですよってことなんです。うまくいく道っていうものを何か自分を犠牲にせずに関わっていくやり方だったり、うまく調和していくやり方っていうのを見つけていきますよっていうメッセージだなっていうふうに思いました。はい、いかがでしょうか。ちょっとお仕事のこと見てみますね。仕事、デビル、カップのナイト、ワンドの8また出ましたね。なんかお仕事に関してはちょっと引っかかってることがあるっていう感じがしますね。明らかにダメとかいいとかっていうことじゃないんですけど、なんか引っかかってるんだけど、いつかこれは何とかしたいんだけどちょっと置いているみたいな、そんな感じかもしれませんね。今何とかできる状況じゃないから触らないようにしてるけど、実は結構そのこと気になってんだよなみたいなことがあるのかなっていう感じがします。そういったちょっとしたモヤモヤとかなんか気になることはあるけれども、でも仕事として言われた時にやっぱここでもまたワンドの8が出てきて、やっぱり仕事の流れが来るんだなって感じがしますし、どちらかというとその仕事って他者から言われてやるみたいな感じがあるんですよ。自分から切り開いてっていうよりも、他者からだったらやってくださいそれみたいな話をしてる時にそういう話が出てきたり、他者から求められてるって感じがしますし、おそらくこの時期は魚田さん自身が他者から求められることによって仕事が動いていくみたいな、そういう流れなんだろうなと思います。で心の中ではちょこっと気になることあるんだなって感じはしますけど、でも動くことってすごく何かなんていうのかな、とどまらずにちゃんと流れていくから、ちょっと引っかかることあってもやってみてみるのがいいんじゃないかなと思います。やるうちにどんどん変化もしてきますしね、感覚も。はい、ちょっと人間関係見てみますね。人間関係はペンタクスの9、フール、ワールドということで、とっても人間関係いいですよ。いいっていうかいい転換期だなって感じがします。で今ね、全体の星のところで言っても、その内側が何か動き出す時でやっぱりなみたいな、そういう本当に自分の中で腑に落ちる感覚っていうのが多分あると思うんですね。それが人に対しても人間関係においてもそうで、なんとなくって疑問を持ちながら付き合ってきた人とか、そういう人に関してはもうどうでもいいやみたいな、別に相手を責めるわけでもないしこっちから切るわけでもないけど、もう自分の意識からは、なくなるみたいな感じで、どうでもいいやって感じで、もう悩みの対象ではなくなるっていうのもあるし、また別のエネルギーでペンタクスの9っていうのは新しい関係性
新しい状況での関係性っていうのが生まれようとしていて、でそれはなぜかというと、やっぱワールドというカードで魚座さん自身がやっぱ人と関わる喜びっていうものを分かっているから、人に対しても優しくしてあげられるし、たとえ一時的に誤解を受けたとしても、でもやっぱり人と関わるのが幸せだよねって分かってるっていうことなので、この感覚の中にいると非常に豊かな関係性を築けるような気がします。なのでなんか家族のことに関してちょっとなんかねこう動きが一番強いのかなとは思うけど、それだけじゃなくて別のところでは関係性はとってもいいので、いろんな意味で息抜きできると思いますよ。はい、ちょっと人間関係はね本当に取る言いながら遅くなって申し訳ないんですが、本当にスケジュールがいろいろ詰まっていて、なんとか取りますので少々お待ちください。はい、ちょっと最後にもう一枚オラクルカードを引いてみたいと思います。魚座さんの5月20日までの流れですね。これかな。どうですか、このカード。優しいカードが出ましたね。皆さんもご自身の直感を使ってメッセージを受け取ってくださいね。アバンダンス、本当にどんな豊かな感覚を想像するかなって感じですかね。豊かさって何でしょうね、今の魚座さんにとって。それを自分で感じてみていただくことが一番なんかいいなって思いました。で気をつけていただくのは、自分だけが我慢するとか自分だけを犠牲にするっていうのはちょっと置いといて、話し合いだったりとかちゃんと分かってくれる人がいる感じがするので、人間関係いいですしね、優しさで関わってみてください。はい、ということでここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。